第1章、暴れ川の記憶と予兆。昭和33年の狩野川台風で2万戸が浸水した歴史を思い出しながら鶴見川の堤防に立つと、川が抱える脆さが静かに迫ってくる。鶴見川は激しい蛇行と都市化の進行により、雨水が一気に川へ流れ込む暴れ川として知られてきた。川沿いに立ち並ぶ高層住宅や広がるアスファルト舗装は自然の受け皿を奪い、洪水の危険性を増している。新横浜公園の計画高水位を示す柱は 8.57 メートル。過去最大水位は2014年10月6日の 5.90 メートルで、その差がわずかであることに緊張が走る。ここ数年の線状降水帯や大型台風の激甚化により、水位の上がり方は油断ならない状況となっている。遊水池は2024年9月までに24回淡水しており、1年に3回水を受けた年もある。次の大雨に備える必要性が静かに高まっていく。第2章、流域の素顔と都市化の影。鶴見川は東京都町田市の丘陵を源流とし、横浜市や川崎市の市街地を蛇行しながら東京湾へ注ぐ全長約 42.5 キロの一級河川である。流域面積235平方キロメートルに対し、人口密度は1平方キロあたり8000人と高く、土地利用の 85% が市街地となっている。かつて雨水を受け止めた田んぼや湿地の多くが失われ、雨が降ると短時間で川へ集まる構造へと変わってしまった。河道掘削や下水道整備だけでは対処しきれないため、昭和55年に関係自治体が連携した総合治水対策が始まった。都市部では川幅を広げる余地が少なく、洪水を一時的にためる遊水池や調整池が解決策として重要な役割を果たした。流域全体で雨を受け止める流域施行が求められ、その成り立ちや自然地形との関係を見つめ直す動きが広がっていった。第3章、反対と期待の狭間で。小机鳥山地区の低湿地に計画された鶴見川多目的遊水池は、自然の遊水機能を生かしながら都市に安全をもたらす大規模事業として位置づけられた。周囲を堤防で囲み内部を掘り込み、洪水時に水をため、平常時は公園やスポーツ施設として利用する多機能な構造が採用された。日産スタジアムや保健医療センターなどは治水容量を阻害しない高床ピロティ構造で整備されている。当初は水が溜まって安全なのか、スタジアムを洪水地帯に建てて大丈夫かといった不安の声も少なくなかった。用地買収や汚染土壌対策、道路付け替えなど課題は多く、事業は長期化した。一方で原生池の水面を約7ヘクタール確保し、渡り鳥や水鳥の生息環境を守る設計が盛り込まれたことで、環境保全の観点からも歓迎された。水害を防ぎながら市民が緑地を作るという理念が、この地の将来像として次第に共有されていった。第4章、データが語る遊水池の効果。2003年6月15日に運用を開始した鶴見川多目的遊水池は、総貯水容量約390万立方メートル、面積約84ヘクタールに及ぶ。腰流堤から洪水時に水を取り込み、洪水後には排水門から徐々に川へ戻す構造となっている。運用開始以来24回以上淡水しており、台風や集中豪雨のたびに治水機能が発揮されてきた。2014年の台風18号では流域平均2日雨量323ミリを記録し、154万立方メートルもの水を貯留した。昭和41年台風4号では1万1840戸が浸水したが、2014年は同規模以上の雨にもかかわらず浸水は6戸に抑えられた。腰流の高さや流速を測るセンサー、ライブカメラ、水位観測装置が設置され、精密な監視が行われている。テニスコート付近のレストハウスの木下 3.4 メートルまで水位が上がったこともあるが、貯水量の4割程度で1日以内に排水可能だったという数字が示す治水効果は、遊水池が暴れ川の脅威を確実に受け止めてきた証となっている。第5章、治水と都市利用を両立させる設計。末吉峡地点での基本高水流量2600立方メートル毎秒のうち、
遊水地と調整地群で800立方メートル毎秒を調整する構想が掲げられている。まずは狩野川台風級の洪水に備え、260立方メートル毎秒の調整を担う体制が整えられた。周囲を堤防で囲み内部を掘り下げ、本川側の堤防の一部だけを低くして腰流包みとするシンプルな構造。洪水時に腰流し、収束後に排水門から川へ戻すという一連の流れは、センサー類によって自動制御されている。遊水地は治水施設であると同時に、新横浜公園として年間多くの市民が利用する都市のオアシスでもある。日産スタジアムをはじめとした大型施設は高床構造により治水容量を確保しつつ、平常時の利便性を損なわないよう設計されている。洪水時と日常が同じ場所で共存するという都市設計の新しい形がここにある。第6章、ラグビー W 杯と令和元年東日本台風。2019年10月12日の台風19号は鶴見川流域に急激な水位上昇をもたらし、新横浜公園一帯は大きな湖のような状態となった。遊水地は今回の洪水で最大約94万トンの水を貯留し、亀の子橋付近の水位を約30センチ下げたと推定されている。これは運用開始後21回目の流入で、過去3番目の規模となった。翌日にはラグビーワールドカップ日本対スコットランド戦が開催され、1階駐車場は水没したものの、高床構造のスタジアム本体は健全で試合は予定通り行われた。もし遊水地がなければ鶴見川の水位は約30センチ上昇し、氾濫危険水位を超えていたと推定されている。自然の力の大きさと遊水地の存在意義が改めて浮き彫りになった一夜だった。第7章、水との対話と地域連携。鶴見川流域には大小4900カ所の遊水施設や調整池があり、複数の自治体が連携して洪水に備えている。雨雲レーダーや腰流包みのセンサーを注視し、状況に応じて排水門の操作が行われる。水位が落ち着けば遊水地から川へと水を戻す作業が進められ、夜通しの対応となることもしばしばある。鶴見川流域センターなどでは遊水地の仕組みを紹介する展示やウォーキングツアーが行われ、防災教育の場として機能している。周囲堤や腰流包み、排水門を歩きながら仕組みを学び、原生地では水鳥が羽を休める風景が広がる。子どもたちが水辺の生き物と触れ合う姿は、洪水対策と自然共生が両立していることを感じさせる。第8章、次世代へつなぐ流域志向。流域志向の取り組みは全国の都市河川へ広がり、遊水地や調整地、透水性舗装の整備が進められている。側は車両基地の人工地盤下には全国初の地下遊水地が整備され、8万7000トンの水を貯めて下流域の負担軽減に寄与している。近年の激しい降雨に対応するため、水源環用や緑地保全、雨水浸透マスの整備など多方面で挑戦が続く。治水は技術だけでは成り立たず、地域や自然への理解と敬意が不可欠であることが広く共有されつつある。総合治水対策から40年以上が経ち、鶴見川はかつての暴れ川の姿を変えつつあるが、未来の台風に備えた継続的な取り組みは欠かせない。新横浜公園に広がる日常の光景の裏には、数多くの判断と努力が積み重なっている。その物語はこれからも続き、次世代へ受け継がれていく。